今日はですね、例のトランプ大統領とゼレンスキー大統領のホワイトハウスでの会談について解説したいと思うんですけれども、トランプさんもともとね、リアリティショーのね、MC やってた方で、まさに亡くなられたミノモンタさんみたいな立ち位置だったんだけど、でもね、ミノさん80歳で、あれですよ、パーキンソン病とかにもなられたこともあると思うんですけれども、亡くなられてしまいましたが、トランプさん何歳かわかりますか？ 78 歳ですよ。78歳でゼレンスキー大統領を恫喝するっていう、動物としての強さの違いみたいなところをまざまざと見せつけてる強いアメリカの大統領なんじゃないかなと思います。これまでアメリカリベラル派の民主党が政権を取ってきたこともあって、ボケ寸前のですね、バイデン大統領うまいこと、言いくるめてですね、いい年寄りのおっちゃんをうまいこと転がしながらゼレンスキー大統領、いい感じで支援金をもらってたわけですけれども、トランプはビジネスマンでディールしてるんで、ウクライナかわいそうな状況になってたところでアメリカ国民金めっちゃ使ってるんで、何か返してくれということで資源くれみたいな話になってて、その話をするはずだったのがですね、バンス副大統領にですね、挑発されて、ぶち切れちゃって感謝の言葉が少ないとかですね、そういったことに関して10分間我慢すればですね、普通に支援も得られて、長期的な軍事支援も得られて、仲良く終わる予定だったんですけれども、これ、カメラ入れて記者入れて質問させたってところもトランプ大統領側のショーアップだったと思うんですけど、あれだけ大々的に世界に配信されちゃったもんだから、これ、僕多分トランプって本気で怒ってないと思うんですよね。彼一流のショーマンシップっていうか、リアリティショーをやってるんじゃないかっていう、本当にリアルなリアリティショーなわけですけど、ゼレンスキー大統領相手にですね、だからジアプレンティスをやってるわけですよね。すげえよな。多分僕はここでまただからもう、トランプ大統領一応ですね、西側のヨーロッパの諸国はウクライナのゼレンスキー大統領を応援するというふうに公的には言ってるわけですけれども、いつはしご外されてもわかんないわけで、ヨーロッパだけの支援でいけんのかっていうところも含めてなんですけど、結構やばいんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。なので、またアメリカがですね、有利な条件でディールを、正直だからゼレンスキー大統領はですね、カードがもう持ち手がないわけですよね。切れるカードが多分ないんで、結局アメリカの支援に頼りきりになってて、アメリカの行為に支えられてるわけですけど、我々はロシアに侵略されて民主主義の敵だみたいな形を、もちろんそれは彼らの正義なんだろうけど、正義だけでは世界平和も実現できないし、ディールもできないっていう現実をビジネスマンのですね、トランプ大統領が突きつけた形になってると。あそこで現地を取られちゃったもんだから、多分ゼレンスキー大統領なかなかね、国内でもそれなりにこれ多分みんなウクライナ国民見てると思うんで、それでもアメリカ助けてくれんじゃないかって、いや、俺たちそんなお人よしじゃねえよと。金も無限にあるわけじゃねえよっていう、それはそれで現実なわけですから、ロシアとの関係もあるわけですから、そうするとですね、一方的にウクライナを支援するだけっていうわけにはいかない。しかもトランプ大統領陣営にはですね、スターリンクを所有するですね、スペース X のイーロン・マスクもいるわけですから、このね、スターリンク使えなくなるとウクライナの通信網もですね、さらに脆弱になってしまうと思います。なので、さらに厳しいディールをウクライナはロシアに対してもある程度領土を割譲しなきゃいけなくなるだろうし、アメリカに対しても金銭的なディールをですね、やっていかなければいけなくなるということで、ますます苦しい立場に立たされてるんではないかなと。そういうふうに思った今回の会談でございました。ということで、ゼレンスキー大統領いってらっしゃい。